86.3 キロ、体脂肪が 46.6%。アプリもどうせ写真詐欺とか言われちゃうんで届きました。冷凍ストックとそのお願いしたことをなんで次の時になると一からまた言わなきゃいけなくなっちゃう。それはどういう意図で私に言ってるんですか？なんかそのもっとやれると思いますの根拠も私はわからない、正直。はい、こんにちは、松川です。あです。この企画はボディメイクを3ヶ月間、ヘアメイクを最後にして全く新しいご自身に変わっていただく企画でございます。今回のモデルさんがすずさんです。すずさんの応募理由が新卒で入社した会社での仕事や慣れない業務のストレスが全て食に向かい、2年間で体重が25キロ増加してしまいました。電車では妊婦さんと間違えられることもあり、自信を失い外出するのが怖くなってしまう時期もありました。何度かダイエットに挑戦しリバウンドを繰り返し諦めかけていました。今回ご縁をいただければ最後のチャンスだと考え、人生最後のダイエットにしたいと思っています。心身ともに健康的でポジティブな自分を取り戻したいと考えています。させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。わかりました。お願いします。連絡させていただいたときに、はい、何してましたね。トイレに入ってましたスマホ見ようかなと思って開いたら通知が来てびっくりして、トイレの中から母に「よかったんだけど」って大きい声で言いましたいやまあそんな倍率だから無理でしょみたいな言われてたんですけど、今回の募集の時になんか今応募しないと後悔するかもってなんとなく思って応募したらご縁があってすごい嬉しいです。頑張ります。すずです。26歳で普段は税理士法人で働いています。大学を卒業して入社した会社で営業をやってたんですけど、なかなか仕事になれずストレスの吐き口が全部食に向かってしまって、体重が30キロとか増えてしまって、ちょっとこのままじゃまずいと思ってた時にこの応募が目に入ったので応募しました。増えちゃって恋愛に臆病になっちゃったりとか、自分に好かれても迷惑だろうなって思われちゃうっていうのが私もあって、恋愛をもう長らくしていなくて、アプリもどうせ写真詐欺とか言われちゃうんでやってないですね、ずっと。普段の運動習慣は朝晩のワンちゃんの散歩30分ずつぐらいの運動だけで、食事は本当に今は好きなものを好きなだけ食べてます。一蘭の替え玉を3回しました、この間採用していただいてからとりあえず心残りのないように食べたいものをと思ってもう何でも行きますね。本当甘い系も昨日はミスド行きましたし小学生の時にサッカーとバスケを中学生までやってて、大人になってからバドミントンを少しだけやってました。運動が本当に好きなんですけど、その大人になって太ってしまってから怪我が怖くなっちゃって思いっきり動けないっていうのも悩みの一つです。ジムは行ったことあります。パーソナルも実は少し通ってた時期があったんですけど、せっかく採用していただいたからには応募した他の方の分も一生懸命頑張りたいと思ってますのでよろしくお願いします。今日から担当してくれるしんさんです。はじめまして。一緒に楽しく頑張っていきましょはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。めちゃくちゃ言いたいことあったんですよ。もう。しじゃあ後で似てる方がいる。セーラースターズじゃなくてじゃあ発表します。まず初期体重です。86.3 キロ、はい、体脂肪が 46.6%、ウエストが103センチです。育ちました。あ、そうポジティブですね最強なすずさんができるんじゃないかなと思うんで、はい、一緒に楽しく頑張っていきましょう。よろしくお願いします。最強のスーツ最強にしますこれから脂肪燃焼をどんどんして絞っていきたいので、今日はまあ一番王道のスクワット、主に裏側、この椅子に座るようなイメージで肩でグッと足もう一個前です。そう、うまい、素晴らしい。ロックオッケー、素晴らしい。重さ持っていきましょう。5キロ5キロか10キロ10キロどっちがいいですか。10キロ10キロで。よし、いっちゃいましょう。すごい。せーの。ああ、いいね、素晴らしい。オッ
ケー、素晴らしい。ナイス。最初からこれすごくいや、ないですか？すごいです。なのでもう筋力はめちゃくちゃあるんですね。あります。お、いいですね、いいですね。聞いてますね。ハイトで。いや、ナイスファイルです。なんかめっちゃポジティブでいいっすよね。すいません、大丈夫です。疲れました。大丈夫ですか？楽しかったです。ちょっと長い期間なんですけど、よろしくお願いしまはい、よろしす。くお願いします。お願いします。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございますはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初回撮影日から4日目の朝です。今年初の川に行きます。4月の27日日曜日の晩ご飯です。カツオがほうれん草と椎茸のお味噌汁が1杯です。出だしは本当に最高です。初回の撮影日からだったら3キロぐらいですかね。タンパク質が多すぎちゃうのは大丈夫ですか？タンパクが多い分には全然問題ないです。あ、本当です。炭水化物と脂質のバランスですね。やっぱ脂質が例えば 40g とかなっちゃうと、これやっぱ脂肪分が多いんで太りやすくなるし、あとは夜のね、はいやっぱり炭水化物と脂質っていうのはエネルギーの源となるものなので、逆にこれ夜取っちゃうとエネルギーとして夜使わないからこそ脂肪として蓄えられちゃう。だからそこそ夜抜きたいんだけど、それもできてる。鮭かアボカドか、要は卵、ナッツあたりではい、 30g ぐらいに設定していきたいですね。ゼロカロリーの飲み物ってあるじゃないですか。ジュースみたいな。あんま飲まない方がいいんですか？僕は人工甘味料も抑えてましたね。ああ、そうなんです。本当に甘いもん取りたくてしょうがないいう時は週1ぐらいで強化しても OK ですか？まず序盤なのもカフェラテとか飲んでるよね。あお腹グッてください。お腹ね。そう。3、お尻をグッと突き出す。なんかその素朴な疑問なんですけど、はいその長期じゃないですか、結構。はいはいはい。それって食事ずっとこの生活を基本的に続けていくんですか？途中で自由に食べていいよみたいな日もあるんですか？ベースは一緒でちょっと変えたりとか、チートデーみたいなのは基本的にない。基本的じゃないけど相当なことがなければって感じですね。やっぱ体重が減らなくなったりとか。友達とかの付き合いをこれからどうしていこうかなって思う。はいはいはい、うんまあ外食っていうのはなるべく控えてはいきたいんですけど、そもそも会うなとは僕一切言わないんで、はいズーさんの友達も3月までストップしたとてもう無理ですとはならないお友達だろうし、もう1年もないぐらい、頑張れずにあとぐだーって自信のない自分で何十年も過ごしていくのか、ここもうバッてやってそれをしっかり一緒にキープしつつどんどん自信つけていいライフスタイルを送っていくのかで全然違う。そうですね、本当そう、せっかくいただいたチャンスだから1、今回で言うとパインはちょっと糖質高い甘いじゃないですか。で物としてはまあリンゴかキウイがいいですね。7、めちゃくちゃいい。すごいですよね。皆さん年齢重ねると痩せづらいって言うじゃないですか。でもすごい落ちてるし、まあ年齢は関係ないって言ったら多少嘘になっちゃうかもしれないけど、その人の意思なんで、触るとモフモフしてるんです。この間切っちゃったんで全然なんか絨毯みたいな。2、お腹で耐えてお腹で上げる。そう、ちょっと重さ上げましょう。7.5でいきましょう。今メンタル的にめっちゃしんどい時なんで、もうどうしんどいですか？忙しくなっちゃって、試験終わった後から今どんな感じなんですか？仕事のルーティン。 5時起きのそうですよね、朝早いですもんね、いつも。で7時ぐらいには帰ってこれるんですけど、発散もできない、もう寝るしかないみたいな、しんどくなっちゃって。帰ってきてからもあるんですか？いろいろ作業とか。いや、帰ってきてからは仕事はないですけど、散歩行ってなんだりして、でも5時に起きなきゃいけないから早く寝たくて、10時過ぎには寝たいから、帰ってきてから3時間で、それってもうこれからそれがずっとこの先のルーティンになっていく。そうなんですよ、平日は。しかも今は帰ってくるの早いけど、繁忙期とかになると、定時がそもそも遅くなるし、どうやって計算しても平日に運動を犬の散歩以外に入れることが厳しくて、帰ってきてじゃあまず散歩して、いやもうお腹空いちゃってるんで先ご飯食べてます。先ご飯食べて散歩してお風呂入ってみたいな。お風呂入ってとか、なんか寝る準備してたら、9時半ぐらいなんですよ。はいはいはい。じゃああと30分できるじゃんって私も思うんですけど、眠いんですよね。疲れちゃって。そうですよね。もう平日はもう割り切ったっていうか、今が最短だから、その定時が一応短い。
この浮き沈みとかじゃなくて軸のメンタルは持ってると思うんですよ。だから今、スーさんのところちょっとだらけちゃったりとか、あーって感じは、ちょっと目標が明確にそれほどなってないのかなっていうふうに僕感じる。うん、確かにそうです。本当にそう。長すぎる、3月が。リングフィットにしてもいいですか？そのトレーニングをってことですか？あ、そうです。最初、導入で。時間作りっていうところでね。でもやっぱ最終的にはトレーニングに落とし込んでいきたいんで、そう。ゴールはやっぱトレーニングに落とし込みたい。で、その時間を作る手段としてリングフィットから入っても僕は全然大丈夫。あとはやっぱ金、土、日。ここは絶対大事にしてほしいです。ここは散歩だけで終わらない。ここはしっかりトレーニングをやる。7、7。こんにちは。お元気そうで。元気です、めっちゃ。一昨日死んでたんです。全国模試を受けて、でそのままトレーニングしたんですよ。ヘロヘロで笑われました、しげさん。笑いました。ネイルが夏らしくて。そうなんです。どうですか、この生活は慣れました？辛いです。友達とか今ダイエットしてるなみたいな言いました？言いました。最後のリアクションのやつ出させてくれって。よし、じゃあ発表します、スーさん。はい初期の体重が86.3キロ。今日が78.3キロ。マイナス8キロです。すごい。素晴らしい。めちゃくちゃいいから。すごい。体脂肪が初め 46.6% から今日が 44.4% で、マイナス 2.2% で、ウエストが103センチ、そこから今日が94センチ、マイナス9センチ。いや、めちゃくちゃいいんじゃないですか、数字的には。すごい順調。8キロ目標にしてたんで、はいはいはい。嬉しいです。一番実感あるのはやっぱウエスト、自分が気にしてたのもあったんで。スーさんは一番もうモテたいっていうのが軸。うわ税理士の勉強とかされてて、いろんなこれからつながっていった方にもいろんな面でモテるっていうのはすごいつながっていくよねっていう。人間的モテてますね。そうです。ちょっと一緒に同性にも憧れられるような女性になりたい。OK、素晴らしい。変化がいまいち自分じゃそんなに分かってないんで、トレーニングするモチベが唯一その重さが上がること。一番明確なのって数字じゃないですか。そこに敏感になれてるのはすごいなと思う。今後楽しみです。だいぶ見た目も誰にも言われないってそう誰にも時代的に言っちゃいけないかなが強いのかそうなんですかね。だといいんですけど。自信つけてほしい。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でさっきのモテたいっていうちょっと語弊がなくて。訂正訂正。はい。置いていいですか？違うんですよ。最初のトレーニングの時に、頑張れる原動力なんですかって聞いたら、モテたいからって言ったんですよ。なんか一つの単純な理由だけで頑張ればいいんですよみたいなこと言ってくれて、今までそのなんか勉強をしない理由とかダイエットできない理由とかばっか探してたんですけど、なんかちょっと響いて、なんかすごいそれが最初のトレーニングからすごいなんか自分のマインドが変わって、一つの目標に対して一本でこう頑張っていこうっていうふうに思えて、ありがとうございます。ここからもっと変わっていくんで大丈夫。はいいやでも素晴らしいですね。こんだけ思いが強いっていうの僕も伝わってるんで、何のためにやるのかっていうのを明確にしたらすずさんすごい、モチベーションっていうかやれる気が上がってきた。こんないい話が出てくるとは思ってなかった。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。お仕事ありです。ありがとうございます。お気をつけて。ありがとうございます。すごいですね。最高っすね。いつも平日楽するためにお弁当と夕飯のストックを作り終えました。大量のお鍋の冷凍ストックと冷凍ご飯にするのとガパオライスもどき。めっちゃキノコ入れてるからもはやガパオライスじゃない言葉に持ってってます。7日分。今日は朝から食べに行きます。おはようございます。寒すぎる。今日結婚式に行ってきます。毎朝食べてる鮭が届きました。ジム終わって帰ってます。父は1等分休み。ウエスト周りがすごいね。東京中に来てます。これかわいい。
筋肉痛ありますか？足がちょっと、おー違う、お腹か。お腹と後ろのもも。よし、ちょっとそしたら今日もやっていきます。で、今日はプランクから入っていきます。ええなので2分耐えから頑張りましょう。そんな。しっかりお腹で耐えること、腰でもなく。じゃあつきます。ねえ、無視やめて。あと15秒。はい、お尻上げない。お尻上げたら伸びるですよ。マジで無理。腰痛い。プランクすると、イライラする。あと30秒。無視やめて。頑張る、頑張る。オッケー、グッド。イライラしそう。よし、そしたら今日は上半身やるんで肩行きましょう。なんか、社長に言われてないですか？昨日撮影また17期か。あ、 17新しい人。そう、新しい人がもうまた何人だ。まあでもあれだね、スーさんも、あと3ヶ月だから、この数字ないとダメとかっていうのはそもそもないんだけど、今70キロなんで、例えばじゃあ55キロの人が3キロ落としたりとかっていうのはわけが違うけど、70キロはまだ全然月3キロ落とせる割合だから、ずる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 いって結局全く落とせませんでしたが、やっぱ一番良くないから、そこはけじめつけて、なのでまず1月10日ぐらいまでにはしっかりと3キロは落としていかないといけない。僕が言う立場ではないけど、もちろんそこお客さんと同じようなやり方で、それを無償っていう形でやらせていただいてるから、やっぱこの形としてもそうだし、やっぱ一番はすずさんが気合を入れていかなきゃいけないよね。もちろん僕も引っ張ってきますよ。もちろん。もちろん引っ張っていくし、そもそも、スーさんがやる気が落ちてて、それを僕が持ってくるって、これ形としてはちょっとおかしな話じゃないですか。一番はやっぱスーさんがここの土台でやりましょうってなって、僕がさらにそこを引き上げていくって形が、やっぱあるべき姿だし、一番うまくいく。そのメンタルがたまに落ちたのはしょうがないけど、僕は気持ち改めてやってほしいなっていう。やっぱボディメイクは面白くて、やったらやった分だけ変わるし、やらなかったらやらなかった分だけ変わらない。お客さんと比較してもやっぱピョンさんはすごかったし、人と比較するのやめてもらえませんか？今やられるときついかもしれない。だからもう自分と向き合えばいいですよ、それは。それからやっぱしっかりやってほしいのはある。やっぱり僕もスーさんを応援したいっていう気持ちがあって、で、やっぱセッションで、ね、この種目やりたくないとか、嫌とか、やっぱネガティブ聞くと、なんだろう、この状況ってなっちゃうわけですよ。スーさんが変わりたいって言ってもちろん応募してくれたわけなのに、いや、嫌って言ってるのは本当に嫌って言ってるわけじゃなくて、その嫌だけどやらなきゃいけないっていうのはもちろん分かってますし、それを本当の言葉として受け取ってるんだったら、それは違います。でも言わなくてもよくないですか？嫌だっていうのは、嫌だ、やりたくないって、言わなくていいって言ったらそれはそうですけど、そう言葉にすることによって発散する面はあるじゃないですか。嫌だって本気で言ってるわけじゃなくて、嫌だっていう、なんて言うんですか、その言語化が難しいですけど、その嫌だっていうのを本気で嫌と思われてたんだっていうことはすごい、もっと早い段階で言ってほしかったし、なんかそういう意味で言ってたわけじゃないです。なるほど。それを聞いて僕はいい気持ちにはならないじゃないですか。シンさんはそうなのかもしれないですけど、私は嫌だって言った時に、いいからやりますよって言われると思ってたんです。私の発言、そういう意味で言ったんじゃないんだけどなっていう受け取り方をされてるなっていうのが何回かあって、で、それで、シンさんのことを傷つけてしまってたり、なんかそう違和感を覚えられてしまってたりって言うんだったら、それは申し訳ないんですけど、そういう意図で言ってないんだけどなっていうことが、ちょっと多い。でもそれを今更どうしよう、どうこうすることはできないし、まあでも、トレーニングやってる時に、まあ、スーさんそういう言葉はあったけど、まあ、結局はやってたじゃないですか。はい。ね、流してた部分もあるけど、やっぱ正直それが僕もう3ヶ月続くってなると、そこはまあ少しは抑えてほしいなっていう僕からの気持ちです。わかりました。じゃあそれは気をつけます。一回、そのお願いしたことを、なんで次の時になると、またなくなっちゃうっていうか、一からまた言わなきゃいけなくなっちゃう時があるんですか？私、プランクが本当に苦手なんで、それはもう始まった時からずっと言ってるじゃないですか。はい。で、2分間のプランクをずっと黙ってやるのがしんどいから、何か話しててほしいですっていうお願いをしたじゃないですか。でも、最初に言った時以降は私から言わないとやってくれなかったじゃないですか。それは何か意図があるんですか？それとも、ただただ忘れてただけなんですか？いや、忘れてないですよ、もちろん。もちろんそこは忘れてないけど、やっぱプランクってまずじゃあ意図は何って言った時に、正しいフォームで耐えることじゃないですか。そこはわかりますよね。
しっかりとプランクっていうものは、スクワットだったらお尻に効かせるとか、ショルダープレスだったら肩に効かせるとか、それぞれ意図があるわけじゃないですか。でも、その前に、じゃあ今日始まって、まず顎引いてっていう話して、お尻落としてって言って、お話しして、いや、無理って言ってお尻グッて上がるじゃないですか。今日のね、出来事で言うとね。で、しっかり落としましょう。で、またそこでもう、ちょっときつくなってあげるってなってくると、まず、いろんな日常の話する前に、やっぱトレーニングが一番大事なわけじゃないですか。いや、それはわかるんですけど、そもそもだって土台のトレーニングをいや、ずっと喋っててほしいわけじゃなくて、無音の時間がしんどいんです。で、僕は今日ずっとフォーム修正を言ってたじゃないですか。でも、空白の時間もありましたよ。やったらやった分の中に、やっぱりそのフォームだったりとか、いかにそれでしっかりやれるかっていうのめちゃくちゃ大事だから、体幹のその作り方だったりとか、まずそこの軸ができてないと、で、そこの軸がずっとできた中で話していくだったらもちろんいい。軸ができる動向の前に時間が長すぎてそもそも持たない、プランクに関しては。で、そもそも20秒、30秒でもう、だってめっちゃ動いちゃうじゃないですか、そこに。そうです、そうです。だから2分とか、そもそも私にできる秒数なのかなって思っちゃうんですよ。1分は確実にできる秒数ですよ、もちろん。しかもここまでやってるわけだし。なんか私はその嫌だとかってプランク以外に、本気で嫌だって思ってるのはプランク以外にないんですけど、それ以外のトレーニングでも私は発言してましたか？トレーニングではい。嫌っていう発言をしてました。まあ、特に足もそうだし、スクワットとかもそうだし。なんで逆に僕は足のトレーニングやりづらいなっていうのはそもそも感じてた。でもそこは僕はぐっとこらえてたっていうのはある。受け取られ方、私の対する発言とシェイさんの受け取り方に差異がありすぎて、相当お互い負荷かかってたんだなっていうのが今判明して、私はその発言をしなかったら、こういうことにはなってなかったから、そもそも私に責任があるのはもちろんそうなんですけど、でも普通の雑談の中でも、そういう意味で言ってないんだけどなっていうのが多くて、なんかそうじゃないんだよみたいな、そういう意味で言ってないんだよっていうのが多いんですよ。なんかその具体的な例とか出てこないですけど、それは私の周りにいない捉え方なんですよ。普段接してる人間たちはそうは捉えない捉え方をされてるから、それで足のトレーニングやりづらかったまで思われてると思ってなくて。まあ雑談の中でのその捉え方っていうところは、もしかしたらなんか僕が勘違いしてた部分はあるかもしれないから、まあその出来事によっては僕が捉え方を間違えてた部分はあるかもしれないけど、でもこのトレーニングを置いてのそれって、多分どのトレーナーがやってもそれ思いますよ。それは、だから私が気をつけますね。うん。それは申し訳なかったです。うん、いいですよ。あと何か思うことあれば。なんかその今日のその冒頭の話でもっと早くやってればもっと落ちたとか、そのピョンさんは今の段階でもっと落ちてたとかって、今からは正直どうしようもできないことじゃないですか。それを言うことによって、私のこの3ヶ月先の結果にはそれって正直つながらないじゃないですか。むしろマイナスになると思うんです。で、最初に、シンさんは私に、人とあんま比べなくていいって、私がピョンさんみたいになりたいって言ったら、人とそんな比べなくてもいいって言ってくれたけど、プランクの時とか、何かトレーニングしてる時に、ピョンさんはもっとパワフルだったとか、もっとプランクできてたとか言われるのが、やっぱ精神的にきつくて、私が試験勉強の時に、いろいろ生活が乱れてしまった時とか、にもそれを言ってたから、私はその時、結構しんどくて、それはどういう意図で私に言ってるんですか？まあ、もちろん僕も人とは比べなくていいっていうお話はしたし、もちろんピョンさんはピョンさんだし、スーさんはスーさんの良さがあるし、その色があるのはもちろん僕も分かってるし、まあでもやっぱその中で、もっとやれるのにやれなかったりとかっていうのは、っていうところがやっぱ出てきたら、やっぱ僕も、やっぱしっかりやれてる方との比較っていうのは、スーさんに対してのこれからの行いに対しても必要かなっていう、そこは僕はめちゃくちゃ思いました。それは人によってプラスになる人とマイナスになる人がいると思うんですよ。私は、それはとてもマイナスになる面が多くて、てかそもそも人と比べなくていいって言ったのになんでって思っちゃうんですよ。今後の人生にって言ってくださいますけど、で、まずは目先の目標じゃないですか、3ヶ月後の。審査を責めるわけじゃなくて、自分自身、過去の自分をめちゃくちゃ責めることになるんですよね。審査が言ってることは事実だから。私が試験と両立できなかったり、いろんな生活の変化があって、ダイエットのリズムが乱れちゃったりっていうので起きてる。でもそれって過去のことだから、ネガティブになるだけなんですよ。それを糧に未来へ生かすっていうのは、ダイエットが終わってからの話であって、思うんですけど、どうですか？
まあその3月の先のことを見たらもちろんね、その発言がネガティブになるのはめちゃくちゃわかるから、スーさんがしっかりもうこの後3ヶ月しっかりやるって気持ちが定まってる上で、それを僕が発言してたのはすごい申し訳ない。うん。でも、そう3月の目標が定まってないとしても言わないべきだと思うんですけど。でもこういう話も僕何回もしてるじゃないですか。今回1回目じゃないじゃないですか。こうやってまあすずさんと向き合うタイミングというか、で、すずさんそこでしっかりやります。で、僕伝えてるじゃないですか、しっかりと。前回の時も、ね、今まではやっぱしょうがない。でもここからしっかりやっていきましょう。で、やった分だけ絶対変わる。うん。だからついてきてくださいって話もしてるし、で、トレーニングを取り入れたら確実に変わりますって話も全部してるじゃないですか、前回。2、3ヶ月前の時に。じゃあなんで今回はこうなってると、なんで私がこの11月の1ヶ月間体重動かなかったからって体調の問題なんですよ。むくみ動向とか、婦人科の方の問題で1ヶ月間動かなかったんですよ。それってもう、どうしようもなくないですか？だって自分はやりたいと思ってたし、膝もやっちゃったし、で、やっと安定してきてメンタルも薬も効いてきて、やっとまた再開できるって時に、今までもうちょっと頑張ってればよかったとか、私からの視点は、それはちょっとひどくないですかって思っちゃう。で、そこでスーさんの気持ちをなんかネガティブにしてたのはすごい申し訳なかったです、そこは。少なからずお伝えしたいのは、やる気がないわけでもないし、大勢の人の中から選んでもらって、結果を残したいっていう気持ちはもちろんずっと持ってるんですけど、まあ、ずっと走りきれてなかったのは私の責任なんで、なんでその発言したんだろうとかいうのを一個一個私が解消していくべきだったんですけど、で、今たまりにたまってる感じがしますね。じゃあそこの解決策としては、もしこれからそういう機会があったら、その場面に言ってもらうっていう形でいいですか？まあもちろんその、ね、体調崩してたとか、そこはもちろんあったから置いといて、でも違う場面、もうその時じゃない場面ね。僕はもっとスーさんやれると思いますよ。なんかその、もっとやれると思いますの根拠も私はわからない、正直。食事面もそうだし、なんか、その根拠のない自信を私は感じちゃう時がある、シンさんから。今すごい、ものすごい失礼なこと言ってるかもしれないんですけど、何の経験もないのに発言されてることを私は純粋に、はい、わかりました、頑張れますっていうようなできた人間ではなくて、その試験の時も、大丈夫です、やったら受かりますみたいなのを、普通の人だったらありがとうございますってなるかもしれないんですけど、本当に辛くて、とってもめんどくさいんですけど、軽く聞こえちゃう。今までのシンデレラさんって多分すごい純粋でまっすぐに頑張る人が多かったと思うんです。シンさんの言葉をまっすぐに受け止めてまっすぐに走り続けられる人。だからあんなに成功してると思うんですよ。もっとできる人だと思いますよ。それはどこで思ったのとか、と思っちゃうんですよね。前回こういうね、話をしたときに、こういう話をしたじゃないですか。じゃあ頑張りますと。で、一緒に話し合って、じゃあトレーニングの時間こうって作りますと。で、そっからの週ってどうなったかっていうと、すずさんこの今みたいにこうやって仕事をハードでやってる中でトレーニングの時間作ってすぐジムに行ってたじゃないですか。3種目、4種目やって、バッてやって、バッて帰ってきて。で、寝て。で、報告見たらさ、また体重落ちてる。そのめちゃくちゃいいサイクルに入ってたじゃないですか。でも、ちょっと体調崩す前から、そのルーティンってちょっと崩れてたと思うんですよ。膝痛めた時ぐらいから。うん、崩れたじゃないですか。で、僕その時にアドバイスしたのは、足痛めてるから、そこはもう無理してやらなくていいです。ケアしましょう。その代わり上半身メインでしっかり消費カロリー生んでいきましょうってお話ししたじゃないですか。でも、そこからちょっと崩れ始めちゃったのが現実じゃないですか、これって。責めてるわけじゃなくてね。そういうとこを僕は言いたいよね。言いたいっていうのは。例えば、下半身痛めてるから上半身やりましょう。よし、じゃあ上半身やります。で、しっかりそのまま上半身続けていくとかね。でもそこが続かなかったじゃないですか。そういうところを見て、もっとやれるって僕は言いました。さっきね。やっぱそもそも、ね、税理士の資格取るなんてすごいし、そもそも努力って感じることのレベルが高いと思うんですよ、スーさんの中で。人の中では読書10分するだけでも努力って感じる人もいるけど、そもそも1日2時間、3時間、4時間頑張ってが努力だ。がスーさんだと思うんですよ、僕の中で。ってなった時に、やっぱトレーニングの時間を作ってとか、そういうところももっとできるんじゃないかなっていうふうに思って僕はさっきの発言しもっとできるっていうのは私の捉え方はもっとパッションあるからできるよって言ってくれてるのかと思ってました。いや、そもそもスーさんのその能力だったりとか、今までの経験値を見て僕は言ってます。で、それの、じゃあもっとできるっていう理由が今言ったことです。例えば上半身の時だったりとかね。そう。そこら辺はもうちょっとできたんじゃないかな。逆にそこをやっていけば、もう少し軌道に乗れたんじゃないかなっていうふうには僕もそこ思うから。だし、僕も応援してるし、だから一緒に
やってほしいし、逆に本当に、僕、スーさんにもね、もう何回も言ったけど、口うるさく言ったけど、マジでスーさんが変わったらマジで化け物になります。これは本当に僕思ってる。うんなんですか？本当にやりきったら、めちゃくちゃ変わると思ってます、僕。今言ったことも辛かったですか？嬉しいです。でもまた期待に応えられなかったらどうしようって。なんだろう、なんで、スーさんのそこの捉え方もちょっと僕は変えてほしい点ではありますね。やっぱ難しいかもしれないけど、僕もこんだけ期待してるわけだから、期待に応えられなかったらどうしようじゃなくて、僕がこんだけ言ってるわけなんで、絶対にに応えてやろうっていう、もう、このハングリー精神だけで僕はいいです。そっちにシフトチェンジしてほしいです。難しいかもしれないけど。やっぱ捉え方っていうところは、そういうとこから変えてほしいですね。昨日も僕言いましたよ、運営の方にね、渡辺さんにも。本当にでもやりきってこれ変わったら本当にやばくなりますよって。だし、絶対スーさんの人生変わっていくと思うから。なんか、ダイエットしてで、9月、10月ぐらいの時に、52キロか3キロ目標って言ってたじゃないですか。私、52、3キロの世界線が見えなくて、自分が。自分の中ですごい体調がいい体重が58キロぐらいだったんですよ、過去で。の目標が遠すぎるっていうか、そこまで落とす必要あるのかなとか、途中で思い始めちゃって、でそれで目標がブレたのもあったんですよ、正直。うん。でも、50キロ台に乗ったら大丈夫ですかね。50キロ台に乗ったらかなり変わります。で、あとは僕本当に伝えたいのが、食事だけめっちゃ頑張って落として50キロ台とトレーニングと食事並行しての50キロ台は本当に健康状態、メンタル状態、体の状態全部違うから。だからとにかく今はもう食事今すごい頑張れてるじゃないですか。弁当もね、作って。そこすごいやれてるのは僕いつも見てるから報告でね。だからトレーニングっていうところにもう一番の指標を当ててほしいです。もうこれはただ単にもう僕が強制してトレーニング、パーソナルのこの提供してるジムだからトレーニングやれとかじゃなくて、今後のいろんなところにメリットしかないです。健康的な体、丈夫な体、綺麗で美しい体、ドレスが似合う体、全部置いた時にこれトレーニングをやっていった方が確実に人生良くなります。だから僕も言うんですよ、口うるさく。ただ単にやってほしい。やらせるのが僕の義務だじゃないんですよ。スーさんが完成した時のことを思って僕は言ってるからね、これ。全部。言い方は汚いかもしれないけど、本当に化けると思います。それは何を根拠に？いや、もうシンプルにこのポテンシャルですよ。持ってるポテンシャル。めちゃくちゃいい容姿だったりとか、ポテンシャル持ってるのは僕もう100%分かってます。笑顔素敵だし。で、やっぱり絞れば絞るほど鼻高くなっていくし、そこはやっぱ僕も見てるからこそ、美しい体作り上げたすずさんは半端なくなると思う。っていう根拠、僕の中での。なんでこんな私はボロクソ言ってんのにそんなまだ褒めてくれるんですか？もうしんどいよ、自分の性格の悪さが。いや、別に悪くないですよ。だって笑って終わりたくないですか？僕はもう想像できてるけどね、最終撮影です。いろいろありましたねって話して。だからそこまで走り抜けたいですよね。本当にすいませんでした。調子に乗りましたね。泣いても笑っても3ヶ月。でもこの3ってめちゃくちゃいい区切りだから。スーさんのもう心の中でも1ヶ月で、もう今から1ヶ月間の中で3キロ以上落とさなかったらもう終わりだなぐらいの気持ちでやってほしいです。やっぱこうやって向き合うって嫌じゃないですか。嫌というか。しんどいじゃないですか。いい思いはしないじゃないですか。でもこうやって向き合ってやってきたからこそ、やっぱ撮影ってものは迎えたいじゃないですか。これもいい思い出にするか悪い思い出にするかはもう自分次第だからさ。ああ、もう。でもこういうことがあっても最終的に笑って終わればめちゃくちゃいい思い出じゃないですか。僕はそっちにしたいから。だから一緒に頑張りましょう。ちょっと時間過ぎちゃったんで、ごめんなさい。次のセッション僕入ってるんで。ああ、ごめんなさい。まあ今日、ね、45分でいろいろ話したけど、伝えたいことも伝えていただいたと思うし、ね、まあ少しは気持ちはすっきりしたかなと思うんで。なんか体調も整ってメンタルも整いました。あとやるだけです。その整った時にまあこういう話を持ってきて申し訳なかったけど、まあ最終的にはいろいろはけたからいいかなって僕はポジティブに捉えてるんで、またちょっと一緒に頑張っていきましょう。本当にできた人間ですね。いや、そんなことないんで、頑張りましょう、一緒に。本当に信じてくださってありがとうございます。頑張りましょう、最高な景色見に行きましょう、一緒に。じゃあ、ごめんなさい、また次回。しっかりトレーニングありがとうございます。はい、お疲れ様です。失礼します。